見えない思考を形に変える。学びの迷宮を抜け出す旅、メタ認知。心の霧が晴れる場所へ。どれだけ本を読んでも、指の間から砂がこぼれ落ちるように、何も残らない。そんな感覚に、心当たりはありませんか？勉強しているはずなのに、どこか空虚な感覚。それはあなたが賢くないからではありません。ただ、自分の頭の中で何が起きているのか、その地図をまだ手にしていないだけなのです。今日は、一生かけても学びきれないほどの膨大な情報の中で、私たちが本当に賢くなるための唯一の鍵、メタ認知という哲学について、ゆっくりとお話ししましょう。1、漂流する視線という静かな習慣。本を読んでいる最中、いつの間にか目が文字を追うだけの機会になり、心は昨日の出来事や明日の夕飯のことを考えている。脳の活動レベルが極端に低くなり、単純な刺激に飽きた脳が昼寝や空想という避難所に逃げ込んでいる状態です。学びとは、単にそこにいることではありません。意識という怒りを今この瞬間に下ろさなければ、私たちは知識の海をただ漂うだけになってしまいます。2、見えない壁に指を触れる。難しい問題に直面したとき、ただ難しい、無理だと立ち止まってしまう。思考そのもの、認知は言っていますが、その思考を見つめる目、メタ認知が眠っているため、原因がわからず不安だけが膨らみます。なぜ難しいのかを問うことは、暗闇に火を灯す行為です。困難の正体を見極める勇気が、解決への第一歩となります。3、才能という名の天井の正体。自分には才能がないから、この分野は一生理解できないと自分にラベルを貼ってしまう。自分の得意な思考パターンという狭い枠に閉じこもり、新しい思考の回路を開くための柔軟性を失っている状態です。天井はあなたの能力にあるのではなく、使い古された思考の癖にあります。枠を壊すことを恐れないでください。4、結晶化していく心。年を重ねるごとに、新しい概念を受け入れるのが億劫になり、昔ながらのやり方に固執してしまう。経験が積み重なることで思考が結晶化し、効率的になる反面、赤ん坊のような道への流動性を失ってしまうのです。知ることは固まることではありません。常に自分は何も知らないという無知の知を持つことで、心はいつまでも若々しくいられます。5、心の負荷という名の羅針盤。楽に理解できる動画や本ばかりを選び、頭が疲れるような深い考察を避けてしまう。脳はエネルギーを節約しようとしますが、実はその心地よい疲れ、認知的負荷こそが記憶が刻まれている証拠なのです。筋肉の痛みが成長の証であるように、脳の負荷は魂が拡張している痛み。その重みこそがあなたを遠くへ運びます。6、誰かのための光になる準備。自分が理解するためだけに勉強するのではなく、明日、誰かに教えなければならないという設定で読み進める。教えるという目的を持つことで、脳は自動的に情報の隙間を探し、より深い戦略に切り替わります。知識は自分のためだけに溜め込むとよどみます。誰かに手渡すことを前提としたとき、言葉は初めて命を宿します。7、内なるレーダーを磨く儀式。勉強の合間にふと手を止め、今の自分の脳はサボっていないかと自分に問いかける。これがレーダーの構築です。目に見えない思考というプロセスを意識的に監視する訓練を言っています。自分自身を客観的に見つめる目は人生における最大の護身術です。迷った時に自分を導くのは自分自身なのです。8、A と P の鏡合わせ。紙の真ん中に線を引き、自分が能動的、アクティブだったか受動的、パッシブだったかを記録する。記録することで、自分の無意識のサボりを可視化し、残酷なまでに真実の自分と向き合う作業です。自分の弱さを数値や文字で直視することは、最高の自己愛です。認めることからしか、本当の変容は始まりません。9、90% の空白をめでる。これまでの人生の大半の時間が受動的で無駄だったと気づき、愕然とする。
多くの人がデフォルトの受け身の状態で一生を過ごします。それに気づけたこと自体が上位 0.1% への入り口です。過去の無駄を嘆く必要はありません。その広大な空白があったからこそ、新しい種を植えるための豊かな土壌が準備されたのです。10、地図を持つ旅人。テクニックに頼るのをやめ、脳の仕組みや学習理論という原理原則を学び始める。戦術、フラッシュカードなどの前に戦略、学習科学が必要であることを理解し、迷いのない学びを目指しています。闇雲に歩くのをやめ、空を見上げて星の位置を確認すること。理論という地図は、あなたを目的地へと最短で導く慈悲の光です。明日、目覚めるあなたへ。メタ認知というレーダーを磨くには、少しの時間が必要です。今日明日で劇的に変わる魔法ではありません。ですが、1ヶ月後、あなたは気づくはずです。文字の向こう側に、これまで見えなかった景色が広がっていることに。そして、自分自身の思考をコントロールできるという、静かな自信が胸に宿っていることに。あなたはもう、ただの観客ではありません。自分の人生という物語を、自分の意志で書き換える準備が整いました。この動画を閉じた後、1分だけで構いません。今の自分は、どんな風に世界を感じているだろう。そう自分に問いかけてみてください。その瞬間に、あなたの新しい学びの旅が始まります。あなたの明日が、今日よりも少しだけ透き通ったものになりますように。さて、今のあなたの心は、能動的ですか、それとも受動的ですか。